ティカラドデジョンです。今回ナビベースリフレッシュというクランですね。初めて見たかな、僕は。韓国の文字のね、選手がいたので、韓国のクランかなとは思うんですけど、はい、早速やっていきたいと思います。先行対戦相手の方から差しですね。ヒールが入ってフリーズ9発多め。タウンホール真ん中の配置でもサービス終了が選ばれてしまうのは異常ですね。さあ、ここは12時3時で面を取りつつ、ネクロ入れて、中心部一気にドリル型ですね。入れていくと。で、もうここはもうロイヤルチャンピオンも早めに展開して、唯一のレイジをここに割きつつ、タウンホール区画ではなくもう早めに入りで使いましたね。で、どかどか穴も開けつつ、ちょっと流れてはいるんですけど、流れた方で反対サイドウォーデンが入らないので、そっちにヒールフリーズを使っていく判断。ドリルも穴を開けてくれていて、中心部入るような形ですが、結構タウンホールの方には綺麗に進んでくれてない印象がありますね。フリーズはちょっと上の方は失敗してしまった形。ヒーリングとも、あとフリーズがまだ7発あるんだけど。ここは一度モノリスの方を固めていきつつ、アイスゴーレム、時間がかかりますね、援軍処理に。で、もう一度ここはフリーズをかけて。まあ、ヒールの枚数を1枚にする代わりにヒーリング等も入れたっていうことかな。さあ、ここから、まあ、フリーズをかけてはいきますが、結構フリーズが、荒が目立ちますね。ちょっとかけれるところで。こういうところもね、マルチアーチャーター一応かけれるはかけれるっていうところで、ちょっともったいないフリーズも探検はしていますが、もうこれでもう、ラストフリーズか。で、ヒーローは全部もう能力使い切ってるっていう状況ですね。ここはクイーンが落とされていって、頑張れマルチアーチャータワー。フォックス強っ。そのフォックスはあまりにも強い。さあ、ようやく落とすことができましたが、ちょっとキングが強すぎるな、それ。これ全開になっちゃいけないアタックでしょ。さすがに。これは全開になっちゃダメかな。きついな、これ全開取られるの。ユニットパワーだな。さあ、ラバルじゃない。ウイヒーのスーパーホグめっちゃ久しぶりじゃん。スーパーホグ。今使ってる人いるんですね。なんかすごいんですけど、なんか、殺意高っかなんだこれ。いや、珍しいな。鬼の初見殺しに合うピーカスおもろ。珍しすぎる。さあ、これもうシューターレッドゲージですよ。いろんなユニットでシューターの延命をしていきますが、ちょっと辛いっすね。まあ割とあそこ、ラフに投げちゃうよね。ここまでの対策がされてるとは当然思っていないので、ちょっとだるい罠踏んじゃいましたね。レッドゲージでもシューターがあと一発撃ったら割れちゃいそうです。さあ、ここは一気にキングを使って、サイドカットも入れつつ、援軍も呼び出して割れちゃいましたね、シューターは。迫撃まで切ってくれれば、まあまあまあって感じではありますが、全然切ってくんないわ。キングの方はもう結構奥まで入り込んで、援軍も完全に釣りつつって感じですね。キングとぶつかって、ここヒーラー4枚なんですよね。トルネードの解除までキングやってくれたわ、えら。インビジブルターンも解除してくれた、えら。強いな、キング。こうやって見るとやっぱラバパピーの数減ったのは実感しますね。パピーの数少ねえなって。直感的になんかやっぱ視覚か。思うな。さあ、ここからスーパーホグ編成。結構、ルートライダーあんまり使ってないみたいなのかな、ピーカス自体が。なので、今まで通りのプランニングという形でスーパーホグ採用っていうところと、このレイジトームっていうのが、ルートライダーよりもスーパーホグの方が瞬間的な火力として高いのでっていう理由かもしれないですね。で、タウンホールの方は当然ウォールブレーカーとかもね、つけてるわけではないので、これはクイーンがくるっと動いてくれるプランなのかな。インビジブルターのあれが帰ってくる前に
壊したいという目的でしきりにフリーズをかけて、なんとかインビジブルタワーが帰ってくる前に、うまい。今のね、タイミングで2回フリーズ、ちょっと早いタイミングになっちゃうんだけど、かけないと帰ってきちゃうからね、インビジブルタワー。いいブーメラン。ここから、インビジブル使って延命しつつ、裏ホグでロイヤルチャンピオンのターゲットが入らないようにしつつ、カットも入れていく。いや、うまい。そしてクイーンクローク。まあ、これクロークでヒーラーが増やせるからヒーラー、ヒーラーじゃないわ。いいのか。ヒーラー4体編成っていうのあったかもしれないですね。さあ、大工が残ってるので回収ユニットがまだ出せないというところ、ここは一気のホグからの、うわー、キャンプじゃねそれ。いや珍しいですね。99%。まあ、鬼の初見殺しにあってしっかりハマってしまったっていうのが、まあ、原因の一つにはあるっていうところと、最後キャンプだったな。ちょっと珍しいミスですね。キャンプに出してれば取れたアタックだったので、判断ミスをピーカスが起こすのは結構珍しいなーって印象です。これは以前もこのアタックで前回取られてましたね。なぞりのアタックになっていきます。で、その時と同じ超団体砲が入ってちょっとおもろい。なぞりのアタックそのままやるみたいなので、ここは9時から3時の方にクイーン歩かせつつ、ホグで援軍つってっていう流れでした。サイドカットもスニゴビ入れつつ。ちょっと連続で取ってるので喉がなんか変だな。水分補給しないとね。援軍の中身がどうなってるかっていうところも注目のポイントの一つなんですけど、援軍は一緒ですね。で、ウィズトの方にバルーン投げるところまで全くの一緒で、ウォールブレーカーを事前に開けることでリクスケルトンを解除。この辺はなぞりアタックなのでトラップの位置とかもしっかり把握はされてるかなっていうところ。キングはもう直接投げ込んでいく、そこに。で、ガゴ投げたのも赤枠のケアとかもあるのかな、これは。ベビドラあるのにガゴ投げてるからね、ここ。さあ、いいですね、いいタイミング。キングストライカー入れつつ、ロイヤルチャンピオン発進。タウンホール側からラバルするのかな。クイーンが3時の方のね、バイクを残ってる間にラバルパートスタート。一気にスタートしていって、トルネードがね、ここにあるのはね、事前に分かってると思います。この面で受けるとこれラバルパートも一緒に受けちゃうんで、これヒーリングトーム入ってると強そうだけどどうでしょう。一気のトームをかけていって、しっかりラバーハウンドも無敵化していきます。なぞり元の最初のプランがやっぱりこれ良かったなって印象ですね。強えわ。ある程度実力がある人がしっかりこれをなぞるとね、前回同じように取れますね。プラン自体の余力が結構すごいっていうところで。結構安定感あるプランで難しい箇所が少ないですよね。とてもストライカーでしっかり処理をしてしまえば、こういうね、シューター投げとけば勝手に折れるんでね。もちろんでも簡単になぞれるかっていうとそういうわけでもないので。ただ61天才、スーパーホグ、カズマくん、スーパーホグの時代かこれ、ちょっと一応確認しとこう。ローマッチとかかな。対戦相手リフレッシュ。いや、小マッチじゃないな。普通に対戦だな。なので、ちゃんと選んでスーパーホグ採用してるってことですね。スーパーホグとルートライダーでどっちの方が強いんだってなんか試した結果、実はスーパーホグの方が強くねって感じた研究成果がナビの中で生まれてる可能性はギリあるんですけど、ねえ、そうでもないとこんなに使われてなかったスーパーホグが2連続で使われるなんてね。しかも 2番手のアタックなんでね、カズマくんに関しては。1番手のピーカスのアタック見てスーパーホグ強くねーってなって参考にして攻めてるってわけでもなさそうだもんね。
さあ、タウンホールを壊すことだけではなく、奥の方までキングが進んでいく。これが新時代のキングよ。強すぎるのよ。今までのタウンホール隊のキングってそもそもこのタウンホールを確保するキングが通るかどうかのところレベルだと。うわやばすぎやっぱよく気づいたな、俺も今の。豪華兵種セットされた瞬間に巨爆2連ドドーン。ちょっと今日の相手危険っすね。3時危険だよ、なんか。チャレンジレベルで。3時初見角テスラ置かれてたね。チャレンジレベルで危険ですね、ここは。スーパーホグしっかりストライカー回せ、角一機のトーム。まあ、この辺はロイヤルチャンピオンもデギーなので、かなりオールドスタイルですね、いろんなものが。スピリットフォックスではなく、ここはデギースタイル。まあ、やっぱデギーだとちょっと HP が減るの早いなーって印象はあるけど、デギーはデギーで強さがあるからね。まあでもこれは数が強いな。スーパーホグと通常ホグがゴロゴロ集まって。全よ。全よ。圧倒的すぎる全開ですね。外周ユニットたちもぐる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 回ってまいりまして。いやー、スーパーホグの方がいいっていう理由もなんとなくわかるアタックですね。対戦相手はこの編成。まあ見てて花がある編成ではないなとは思うんですけど。実用的でやっぱ再現性も高く強いっていうのが魅力の編成ですよね。お、シューター型だ。うん。12時から3時から出しつつ、本体はこっちなのかな ?2 時なのかな来た。うん、2時からスタートですね。若干角度変えて入れていきます。すんごい浅いところにヒール打つな。マジ無駄ヒールじゃね？ちょっともったいないかな、さすがに。速いのと何のダメージも受けてないマックス HP のルートライダーってね、ルートライダー自体が HP 高いんで、まあ、そんなにね、速いヒールを必須とするユニットではないので、まあ、このヒールはちょっともったいないかなっていうところ。中心部このヒーリングトームに合わせて奥にこの投石とタウンホールにかかるようにヒール打つのが一番いいかなっていうのが個人的なあれではありますが、シューターの方はもう割れまして、まあ、6時1区画を軽く削るかなぐらいの仕事量では終わってます。さあ、ここからキングが強いですね。壁越しにクイーンをボコりまして、タウンホール破壊、投石のところもしっかり伸びてくる。で、手の届かないマルチ IT に関してはロイヤルチャンピオンを指すことで対応していきつつ、ボックスが強い。まあ、6時はね、迫撃砲があったので、マルチ IT のところにスケルトンを置くもんだって、これ。めっちゃもったいない、それ。めっちゃもったいない。呪文の配分がめっちゃもったいないんだけど、それでも伸びちゃうのが良くない、本当にこれは。ベストじゃないプレイをしてるときになんか、ゴリ押しで通ってしまうのがちょっと歯がゆいわ。さあ、ここはトルネードが起きつ、フリーズアってく6でしょ。これいかれちゃうな。これいかれんのか、これも。よくないな。でもなんかタウンホール真ん中の配置にこういうサービス終了で結構全開取れてることをね、何度か見てて、まあ僕の今までの感覚だとタウンホール真ん中の配置ってサービス終了が選ばれるようなタイプのあれじゃなかったので、まあそれをね、乗り越えられる今のこの編成は、ポテンシャル高いなって感じですね。やっぱヒールとヒーリングトームでタウンホールゴリ押し突破するっていうのが編成では強いのかな。悪も食い火を。何これスーパーホグ使わなきゃいけない大会ルールある？ないよね。研究成果があるのかもしれない、実は。ルートライダーよりスーパーホグ強い説が。やってるわ、やってるわ。もう、あの3時のあれ見たらやっぱ絶対鬼のケアしなきゃダメだな、これは。
僕ならもう死ぬほど警戒しますね。視点の、食い火のところとシューターの視点は。うん。もう一発目のあれ見ちゃったらもう絶対そういうことやってるって思うから。ガクは今早かったっすね。ガクも理解して、うわ、キモっつって投げてた多分。キモいキモいキモいって笑いながら出してた多分今の。僕には聞こえてきました、それが。うわー、いいトルネだな。ただ、タウンホール殴るか。うわ、だりー。だるいね、これ。ただ、呪文の対応は相当うまい。うん、うまい。いい呪文配分。で、援軍の方を先に、じゃあ援軍をね、隠してたことでタウンホールから落として援軍処理。この対応めっちゃうまい。この中でこれがしっかり落ち着いてできてるのもすごいわ。でシューターの方は6時破裂してね、リクスケルトンとかもあって、まあ、さすがにね、あんだけ対策されてたら厳しいですよねっていうところ。まあ、裏を返すと、リクワナがもうないんですよ。ホグパートに。それはまたなんかテスラ出てきたな。いいこと。対戦相手の防衛もしっかり、なんか視点となるところにテスラを生やしてんの、うまいっすよね。ピーカスのシューターを置いたところであったり、さっきのカズマくんの透過兵士を置いたところだったり、これもシューターでしょ。しっかり兵器に刺さるテスラスケルトンになってるのがうまいっすね。で、ここはスーパーホグ貫通を試みていくところ、うん。まあ、やっぱりルートライダーよりも HP が低いので、こうして消えてしまってはいますね。もうロイヤルチャンピオン任せの展開になってしまってはいるんですけど、まあ、瞬間的突破力で見たときはスーパーホグの方がやっぱり火力では高いっていうところ。しっかり貫通して、やっぱロイヤルチャンピオンを守る編成ではあるので、スピリットフォックスっていうところがね、ロイヤルチャンピオンを守ってくれるユニットなので、ヒーローペットなので、結論、スーパーホグでも仕事をしてくれると。ただ、クイヒーのルートライダー、対戦相手の方は、スーパーホグではなくて、研究成果がないようですね、対戦相手は。3時にアーチャーを置いていきつつ、スニゴブが4時に置かれて、クイーンもスタートしていきます。リクスケルトン出てきて、ベビードラカット。ちょっと喉の調子が良くないな。取り続けた結果。前回クイーンをね、同じようなアタックで、ウォールブレーカーなんか12時の角に突き落としてたのが失敗して流れてちょっとだるい感じになってたんですけど、まあそれの反省を生かして、このリプレイ多分見てるとは思うので、おでんゾーンの方に進めて、ウォールブレーカー開けさせるのうまいですね。インビジブターンもこうしつつ、ここはいい感じにタンクイヒが組めそうです。戻ってくれる。キングドリルを3時使ってルートライダー2時からスタートしていきます。いいストライカー。ボムタワーで消えました。スケルトンを置くけど、ここにはマルチ IT があるので、このスケルトン意味ないからね、フリーズのが強いですよ、これ。ヒーリングトム。で、クイーンの方はもう、オートクロークが飛び出してる状況で、しっかりもうクローク出たので、ここからの延命は大事なので、インビジブルで再度延命かけてますね。で、キングにキングがぶつかりつつ、中心部、もうヒーリングトーンも強いですね。ルートライダーが貫通していくと。ドリル採用してるのもやっぱこの辺のユニットね、貫通力増えますよね。で、クイヒーのために延命のフリーズ。クロックサイターとのクイーンはね、しっかり繊細なので、HP 管理大事にやっていくところ。うまい。これも伸びていく。この、ドリル採用した時の中身のバルキリー強いよね。どこで落ちても強いよね、バルキリーは。ドリルの中身って結構迷うんだよな。バルキリーは一つの正解例かもしれない。外周部で出ても強いし、中心部で出ても強いし、割かし仕事はしてくれるユニットの一つですよね。ユニットによってはね、落ちどころで腐っちゃうユニットあるからね。さあ、星3。対戦相手もタウンホール真ん中の配置なんですけど、本当にタウンホールだけ真ん中の配置ですね。インビジブルタワーの解除さえできちゃえばタウンホール突撃艦で、解除というかケアができれば、
突撃艦だけでタウンホール落とせば一番美味しいよね。もう、そしたらもう中心部、無視していいんだもん。だって、タウンホールさえなかったら。火力の低い防衛援軍しかないんで、防衛施設しかないんで。うまいっすね、ここ。天才からのクイヒーをルート。12時の方に動かしてアーチャーカット。ボールブレーカー。うん。多分突撃艦でタウンホール目指していくっていう形でやると思うんですけど。なんかあるな。これ絶対9時やん、テスラ。うん。さあ、エゴレも入れつつ、キング一気のフィストで伸ばしていく。そうよね、ロイヤルチャンピオン。バルーンでへし折りつつ、キモいキモいキモいってなってるね。絶対アリアンのところからしっかりもう、やばいな、このクラン。インビジブターの排除はできてますね。サイドカットもきっちりできたので、クイーンの方は内側入りつつ、トラップやばすぎさあ、ラバルパートスタート。一気のトームで突撃艦タウンホールの方へ。ポイズンターンのターゲットも外の方のラバルで拾えてるのも強いですね。で、中心はもう突撃エティで落としてしまえば、もう中心部寄る必要がないんですよね。で、ロイヤルチャンピオンがもう貫通してて、これはフォックスが、そうですね、インビジブル作ってくれるのでシングルターゲットを受けてるけど、無視していいと。で、次のターゲットは、ここはキングを受けたので、フリーズでかわし、インビジブルでかわして、気づけばもう圧倒的すぎる。罠の癖がすごいな。なんだこのクラン。すごいな。リフレッシュすぎるでしょ。リフレッシュが過ぎますよ。さあ、ナイス全開。僕もね、このアタックとかね、全部完全初見で一緒に見て面白がって見てるんですけど、すごいね。なんとここまで対戦相手4分の4全開。ナビの方はね、P カスが99だったので、全開を取られてしまうと、まさかのパーフェクトで敗北されてしまう。敗北になってしまう。そんなラストアタックになってます。勝つためには防衛が必要。98%以下ですね。そうやって聞くとなんか全然ありそうなんだけど、98%以下って。今の環境全開は結構取れちゃうからな。うん。ジャイジャイアイゴレ。ボールブレーカー。いいよ、タイチクロス。クイーンターゲット入ったの美味しい。うん、バレた。クイーンターゲット入ったのバレた。で、クイーンターゲット入らないようにキングでフィスト。いいタイミングのキング。いいポイズン。クイーンにも入るところ。で、キングのうわ、このポイズン激うま。クイーンとエング両方おいジャイアントアラーを飛んできた。今、角度次第では反対サイド対空砲とかまで折れてたね。ジャイアントアラーを久しぶりに見た。タウンホールは突撃艦で取っていく。さっきの星さんとちょっと似たような感じになりそうですね。ラバ、ストライカー、突撃艦すべてにかかると、タウンホール区画はこれは、レイジイエティで落として、マルチ IT が残ってくれるので、それが希望の星ですが、ロイヤルチャンピオン、フォックスが、ここマルチ IT に襲いかかる。敵と同じような感覚で、いいぞ、タウンポイズン。ロイちゃん入った。どうだ、これは。ロイちゃん、タウンポイズン受けてたんだけど、フォックスが強い。フォックスが絶望的に強い。頑張れ、キング。ボコせ。先に俺。いなくなったロイちゃんいなくなったとか、ロイちゃんのことを夢中で見せたら、バルーンはもう、囲い込んでいる。ロイちゃんに夢中になってた、俺は。終わっちゃった。パフェられた。いやー。まあ、うまかったはうまかったんですけど、まあ、個人的に展開になってほしくないなーっていうアタックもあって、まあね、相手はしっかり取ってるんで、すごいクランではあったんですけど。さあ、ラストアタッククラス。クローン入れた形、ガゴかなガゴかアーチャかなって気がするんですけど、イズはあるのかなちょっと悲しい負け方ですね。おでん使っていく。難しいね、この環境。今までのあれで
今テスラ1本見えてちょっと怖かったけどね。固まってないね、この配置は。じゃあガゴかな。はい。で、タウンホール。おー。何ストライカーストライカー入れてたんだ、援軍。すごっ。スーパーガーゴイルとストライカーを援軍の中に仕込んでたんですね。ストライカーもクローンされて、なんか、ものすごい勢いでトルネとバネで飛んできましたね。陸防電型のラバルなんですけども、ルートライダーがポツポツと来て、なんかすごい巨爆。前回とかかな、ウラロイちゃんに、うわ、なんだその巨爆。シューター置いたら面白いことになりますよっていう巨爆ね。すごいね、このクラン。思い切ってるね。チーム全体としてこうやってね、やっていくの、好感が持てますね。ナビに勝つためにはやっぱ、普通のことをやってもやっぱ実力通りが、ことやったらね、実力じゃ絶対ナビの方が強いんだから、なんかこうしてトラップでワンチャンかけていくっていうのは本当にね、ジャイアントキリングを起こす上で一番大事なことだと思うんで、勝つためにしっかりこういうのを念入りにやってるのはね、すごい好感を持てますね。さあ、これは圧倒的すぎるね。もう残りはバルーンが13体でしょ。囲い込んで終わりですね。クイーンも黒く持って、赤枠がヒットしていく。いい赤枠。いい赤枠だ。いい赤枠だ。昔ね、韓国にバタングってクランがあって、最近復帰もしたんですけど、バタングもね、韓国のクランなんだけど、こういう外周の赤枠を置いて、確定数ずらしてくるのうまかったクランだから結構バタング対策っていうか、バタングの配置は外周赤枠注意だよっていうのをね、タウンホール12の頃から言ってたのは思い出しましたね。はい、というわけでね、終わりまして、14対15という、とてもハイスコアだったんですけど、敗北になりました。サービス終了の最初のアタックはね、フリーズも結構、あれだったっていうのもあって、ちょっと、この環境ならではの全開が飛び出してしまったなーっていうのが感想です。99%惜しかったね。平均タイム全く一緒なんだけど、すごっ。1% の差に泣くっていうやつですね。大きな大会とか、大きなね、大会勝ち進んだところじゃなくてよかったですね。逆に言うと、グループリーグの段階で、14対15で負けるっていうのが異常事態じゃないこんなん。グループリーグで14、15に、こういうのはあれですけど、有名なクランではない、知らないクランに負けちゃうっていうのが今の環境。すごいね。なんかあんまり言うとね、対戦相手のことを貶めたいとかそういうあれじゃなくて、素直に僕はちょっと残念だなっていう感想。相手が下手とかではなく、環境的にちょっと残念っていうか。ナビのアタックはね、スーパーホグが連打されて、ね、なんだろうね、スーパーホグ。あんなに使われてるんで、なんか、チーム全体でなんか、ワンチャンルートライダーよりスーパーホグの方が強いんじゃねみたいな研究成果が本当にあるのかもしれないので、今後のナビの対戦でまたスーパーホグが使われるかどうかっていうのも注目してみたいところですね。ぶっつけ本番で実際やってみたみたいなことをワンチャンやってる可能性もあるんでね。特にただまだ公式大会も近いわけではないので、なんか戦術隠したいとかよりは、なんかいろいろ試せる段階だと思うんで、まだいろいろね、負けれる大会で負けておくっていうのは非常に、考え方によってはいいことなので。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。